エビチリを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はエビチリを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、中華料理の定番エビチリを作っていきたいと思います。今回のエビチリなんですが、冷凍のむきエビを使って手軽に作っていきます。この冷凍のむきエビをプリッとさせる方法などもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材とエビの下処理の時に使う材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍のむきエビ、長ネギ、ニンニク、生姜、片栗粉、塩、こちらの材料を使っていきます。まずエビなんですが、今回は手軽に冷凍のむきエビで作っていきます。こちらね、殻付きのエビを使っていただいても OK です。そしてニンニクと生姜なんですが、今回は生のものを使っていきます。もちろんね、チューブ状でも大丈夫なんですが、チューブ状のものはね、少し油跳ねしやすいのと、生のものの方が香り高いので、生のニンニクと生姜がおすすめです。それでは続いて味付けに使う材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、ケチャップ、豆板醤、鶏ガラスープの素、お砂糖、お酢、ごま油、塩コショウ、片栗粉、サラダ油、こちらの材料で作っていきます。今回ね、豆板醤を使ってちょっとピリッとした仕上がりにしていきます。こちら辛いのが苦手だったり、あとはお子様が召し上がる場合は抜いて作っていただいても OK です。逆に辛くしたい場合は豆板醤の量を倍量にしてみてください。そして今回ごま油も使っていきます。こちらはですね、仕上げに香り付けで使っていきたいと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずはじめにですね、こちらの冷凍のエビを解凍させます。ボウルに入れて、そしてお水を加えます。はい、しっかりね、エビが浸るまでお水を加えてください。そうしましたら、ここに塩小さじ1/3分の1ほど加えてください。そして一度ね、混ぜます。そしてこのまま塩水で解凍させてください。塩水で解凍させるとエビがプリッとした仕上がりになります。ではこのまま解凍させます。それでは続いてエビを解凍させている間にネギなどを切っていきます。まずこちらのネギですね。これはみじん切りにしてください。切り方はやりやすい方法で行ってください。では切っていきます。はい、長ネギはこのようにみじん切りにしてください。続いて生姜です。まずね、生姜は皮を剥きます。皮付きがね、お好きな方は皮付きでも OK です。そして生姜もみじん切りにしていきます。こちらもやりやすい方法でみじん切りにしてください。はい、生姜はこのようにみじん切りにしてください。では続いてニンニクです。ニンニクはまず半分に切ります。そしてこちらニンニクの芽を取り除いてください。このニンニクの芽はね、えぐみとかあとは焦げやすい部分になるので必ず取り除いてください。そしたらね、ニンニクも同じようにみじん切りにしていきます。はい、ニンニクのみじん切りはこれで OK です。はい、エビの解凍が終わりました。一度水を切ってください。はい、このように水を切ります。そうしましたら今から臭み取りをしていきます。こちらもですね、ちょっと一手間ではあるんですけれども、やっていただくと仕上がりがとても美味しくなります。まずここにですね、片栗粉小さじ1杯です。塩をね、小さじ1/3の1ほど入れます。そして揉み込みましょう。しっかりとね、こう揉み込むようにしていきます。こうやっていただくとね、エビの臭み取りにもなりますし、あとはね、汚れも取ることができます。はい、 OK です。こんな感じでね、汚れを取ることができます。そうしましたらこちらを水洗いします。はい、 OK です。一度ね、チェックしていただきたいんですが、今回私が使うエビはですね、もうすでに背わたが取ってあるものになります。もし背わたがついているエビの場合は必ずね、背わたは取るようにしてください。そうしましたらこのエビの水分を一度しっかりと拭き取ります。キッチンペーパーを用意してエビを並べてください。ちなみに今回のエビはですね、全体で約 200g になります。このように並べたら上からキッチンペーパーをかぶせてしっかりと拭き取ります。
はい、エビの下処理はこれで OK です。そしたらですね、まずここに塩コショウで下味をつけます。軽くで OK です。下味をつけてください。そしたら全体広げて、そしてですね、こちらのエビに片栗粉をまぶしていきます。この後ですね、まずエビを焼いていくんですが、片栗粉をまぶしてから焼いていただくことでエビの旨味をギュッと閉じ込めることができます。ではね、片栗粉をまぶしていきます。裏表ね、まぶしましょう。このように全体にまぶしてください。それでは続いて水溶き片栗粉を作っておきます。ボウルに片栗粉、そしてお水を加えます。これをよく混ぜましょう。はい、水溶き片栗粉の準備はこれで OK です。それではフライパンで焼いていきます。まずフライパンにサラダ油です。サラダ油はね、だいたい小さじ2杯ぐらいで OK です。そしたら火にかけます。火加減中火です。このまままずね、だいたい30秒ほど温めてください。油もね、全体に広げましょう。火加減は弱めの中火です。30秒ぐらいしたらエビを置いていきます。はい、でエビを全部置いたら火加減は中火にします。このままですね、だいたい7割ぐらい火入れしていきます。ここでね、しっかりとね、焼き目をつけます。この時ね、結構パチパチ油が跳ねてくるので、やけどには注意してください。裏返していきます。はい、OK です。だいたいね、1分30秒ぐらい焼いてください。そしたら火を止めます。このようにしてまずエビの旨味を閉じ込めます。そしたらね、こちらは一度ね、バットに出します。はい、このように一度バットに取り出してください。エビはですね、加熱しすぎると硬くなるので、先ほども言ったんですが、7割ぐらい火を通す感じで OK です。そうしましたら、さっとね、フライパンをきれいにします。はい、それではね、続いてタレを炒めていきます。このエビチリのタレなんですけれども、一度タレだけを火入れすることでコクとまろやかさがアップします。特にね、ケチャップのツンとした酸味が抜けるので美味しい仕上がりになります。それではね、またフライパンにサラダ油です。今度はね、大さじ1杯ぐらいですね。そしてここに生姜、あとはニンニクですね、加えます。そして火にかけます。火加減中火です。でね、一度ね、このようにね、油と絡めます。このようにね、じわじわっとしてきたら、ここにケチャップ、そして豆板醤、あとは鶏ガラスープの素、そしてお砂糖を入れます。これで一度ね、全体を混ぜましょう。この時ね、パチパチ跳ねるのでやけどに注意してください。こんな感じでね、だいたい30秒から40秒ぐらいですね、中火でね、ソースを炒めてください。そうするとね、ツンとしたね、酸味が抜けてきます。はい。で、30秒加熱したら、ここにお水を加えます。はい。で、お水を入れたらね、一度混ぜましょう。一度ね、このまま沸騰させてください。このタイミングでね、お酢を加えてしまうと、お酢の酸味とか、あとはさっぱりした感じが全て抜けてしまうので、お酢は最後にね、加えていきます。だいたいね、1分ぐらい加熱したら、こちらのエビを戻し入れます。よいしょ。あとはね、長ネギも加えましょう。そして全体を混ぜてください。このままね、だいたい1分ぐらいですね、加熱していきます。火加減はね、ずっと中火で OK です。はい、今ね、1分経ちました。そしたらね、お酢を加えてください。そして混ぜます。30秒ぐらいね、加熱してください。はい。で、30秒ほど加熱したら火を止めます。ちょっとね、一旦ね、このクツクツがね、弱まるまで待ってください。はい。で、このようにね、収まってきたら、最後はこちら、作っておいた水溶き片栗粉をもう一度ね、よく溶いて、そして加えます。必ずね、火を止めて加えるようにしてください。加えたら、まだ火にかけない状態で一度混ぜてください。そうするとね、ダマにならず、綺麗なとろみがついてきます。全体に馴染んだらもう一度火にかけます。最後はですね、中火でだいたい1分ぐらいですね、片栗粉に火入れしていきます。火加減ね、中火でちょっと強いなと思ったらちょっと弱くしていただいて OK です。はい、 OK です。そしたら火を止めて、最後にね、ごま油を回しかけます。そして混ぜましょう。ごま油はね、一番最後に入れることでちゃんと香りが残るので、とてもね、香ばしい仕上がりになります。
はい、OK です。これでエビチリの完成です。それではね、器に盛りたいと思います。はい、これでエビチリの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにエビもプリッとして美味しそうな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。エビがプリップリです。エビの臭みもなくて、このエビチリのタレがしっかり絡んですごく美味しいです。エビの旨味もしっかり残ってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のエビチリのポイントです。まずエビなんですが、今回は手軽な冷凍むきエビを使いました。この冷凍エビを使う時なんですけれども、解凍する時は塩水で解凍してみてください。そうすることでエビがプリッとした仕上がりになります。さらにですね、解凍が終わったら塩と片栗粉を揉み込んでください。そうすることで臭み取りができるのと、あとは汚れを落とすことができます。ちょっとね、一手間ではあるんですけれども、これをやっていただくだけで仕上がりが全然変わってくるので、ぜひね、こちらの下処理はやってみてください。そしてですね、その後はしっかりとエビの水分を拭き取って、その後片栗粉をまぶしてください。そして片栗粉をまぶした後は、エビだけ最初にだいたい7割ぐらい火が通るぐらいまで焼いてください。片栗粉をまぶして焼くことで、エビの旨味をギュッと閉じ込めることができます。そしてタレを作る時のポイントです。タレを作る時は、まずはじめにタレだけを軽く加熱してください。そうすることでケチャップなどのツンとした酸味が取れて、さらにコクもアップします。エビチリのタレを加熱したら、その後お水を加えて、そしてエビと長ネギを加えて加熱してください。その後ですね、お酢を加えて30秒ほど加熱してください。加熱が終わったら一旦火を止めて、そして水溶き片栗粉を加えてとろみをつけます。このね、水溶き片栗粉を加える時は必ず火を止めて加えるようにしてください。火をつけたまま入れてしまうとダマになる原因になるので注意してください。火をつける前にしっかりとなじませて、その後ですね、最後火にかけて1分ほど火入れしてください。最後にですね、今回はごま油をかけました。こちらはね、お好みでかけてみてください。今回ね、豆板醤を入れてるんですが、辛いのが苦手な場合はこちらの豆板醤は抜いて作ってください。あるいはですね、もう少し辛くしたい時は豆板醤の量を倍量の小さじ1杯にして作ってみてください。その分ですね、少し味が濃くなると思うので、味の濃さはお好みで調整してください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はエビチリを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。